お前みたいな中卒の役立たずはクビ。今日でおしまいだ。これでやっと会社に貢献できるな。中学卒業から同じ会社で働いていた俺は、突然上司からクビを言い渡された。こいつは昔から変わらないな。この上司は俺の元同級生。エリート街道まっしぐらの彼にとって、俺のような中卒は目障りらしい。承認欲求を満たすために自分より下の人を見下す。首を言われても思っていたより呆れている自分がいた。そうですか。今までお世話になりました。疲れてしまった俺は会社を去ることに。後日、その上司は俺に鬼伝することになるのだったが、この時はそんなことみじんも予想していなかっただろう。俺がいなくなるとどんなことが起きるのか何も知らなかったのだから。俺は川上太陽。とある会社の工場で中卒から勤務している32歳。義務教育を終えた後、俺はすぐにこの会社で仕事を始めた。太陽、あなたに伝えないといけないことがあるの。ある日、学校から帰ってくると、母が悲しそうな声でゆっくりとした口調で俺に伝えた。父が自動車事故で亡くなったというのだ。そんな。父は母が体が弱いので一生懸命仕事をしてくれた。その代わりに俺とはあまり一緒に過ごす時間は少なかったが、短い時間でたくさんのことを教えてくれようとしてくれた。次の休みの日までにどっちが早く作れるか競争だ。父は自分が仕事でいない時も俺が楽しめるようプラモデルを買ってくれ、休みの日は一緒に組み立てていた。そんな父が亡くなり、母も体が弱いのに俺が不自由しないよう一生懸命働いてくれた。ごめんね。こんな貧乏になってしまって。私がもっとしっかり働ければいいのだけど。いいんだよ、母さん。俺は大丈夫だから体調に気をつけてほしい。そんな母を助けたい一心で中卒を自ら選んだので後悔はしてない。中卒になってしまうなんてお父さんに顔向けできないわ。母は中卒ということに難色を示して止めてきたが、俺は決めていたことだからと押し切った。同級生の中にも中卒を自ら選ぶなんてと馬鹿にしてきた奴もいたが、俺は揺らがなかった。就職先の工場ではもちろん最年少で仕事も難しく苦労したが、俺は自分でお金を稼げることが嬉しくて一生懸命働いた。さらに父親代わりのようなとあるベテラン工員の存在も大きかった。仕事はもちろんのこと、プライベートも面倒見てもらった。太陽、違う。もっとここは削らないと。これだと部品にならないぞ。すいません。もう一度やらせてください。よし。もう一回やってみろ。うまくできたら昼飯おごってやろう。その人の面倒見の良さも仕事の正確さも学ばせてくれた。だんだんと仕事にも慣れていき、チームリーダーを任されるまでに成長できたのは本当に驚いた。よかったな、太陽。お前の実力だぞ。いえ、教えていただいたからです。ありがとうございます。おかげで少しは稼げるようにもなり、母にも親孝行ができたと思っている。会社でも若造に何ができるんだと言われたこともあったが、実力を認めてくれるようになり、働くことが本当に楽しいと思えていた。そんな順調だった日々は、ある日を境に変わっていってしまった。ある日、定年退職となった製造部長の後任がやってきた。今日から製造部長になる長尾です。本部からの出向なんで、そこんとこよろしく。さて、部下はと。お前、
もしかして川上？え？まさか長尾？なんと、中学時代に俺を見下してきていた同級生の長尾だった。正直、あまり会いたくはなかった。中学時代、まあまあイケメンで勉強もある程度できていたので、正直長尾はモテていた。一方、俺は勉強はいまいちで、シングルマザーで貧乏ということもあり、外見には気を使えず、思春期特有の成長期のおかげで、身長が伸びたが制服は買い替えられず、不格好のままだった。そんな中、ある時母は誕生日だからと奮発して、父との思い出であるプラモデルを買ってくれた。太陽、あなたには我慢させてる。たまには息抜きしてほしい。母さん、ありがとう。俺は久しぶりのプラモデルで嬉しくて、父とのあの楽しかった日々を思い出した。学校でも父を感じたく、作業して完成させようとしていた。お前、シングルマザーで貧乏なのにこんなの持ってるのかよ。しかも、プラモとかオタクかよ。そう言って、長尾は完成しかけてるプラモデルを手に取り、しかも自分で塗装とかしてんのかよ。貧乏でオタクとか気持ち悪いな。やめてくれよ。そうクラスの真ん中で長尾に叫ばれた俺は、本当に恥ずかしい思いをしたと同時に、父との思い出を傷つけられた気分だった。こんなところでお前に会うなんてな。中卒のお前は俺の迷惑にならないよう一生懸命働けよ。俺の評判に傷つけるなよ。工場の作業着を着ているが、袖の隙間からは高級時計が見え隠れしている。中学の数少ない友人から聞いた話だが、長尾は高校卒業後、有名大学へ入学。卒業後は工場の本社でエリートとして出世街道まっしぐら。おかげでさらに人を見下すようになったというのだ。目の前に現れた長尾に、まさにその通りだなと直感で感じた。この日を境に、長尾はことあるごとに、お前は中卒の底辺で何もできないやつなんだから、掃除だけしてろよ。おい、川上、これやっといて。と、馬鹿にしてきたり、仕事を押し付けられたりと嫌がらせが始まった。長尾が移動してきて半年が経った頃、俺は久しぶりに中学の同窓会に参加した。お前、ちゃんと同窓会参加しろよ。俺が上司としてどんな風に働いてるか、しっかりみんなに伝えろよ。長尾が見栄を張りたいためだけに、俺を参加させたのだ。中学卒業後は働いていたこともあり、ほとんど交流がなく過ごしていたので、正直参加はしたくなかった。同窓会の直前まで憂鬱で仕方なかった。俺が川上連れてきてやったぞ。あの貧乏の川上だぞ。俺がこいつの上司なんだぜ。おい、川上、上司命令は絶対だぞ。嘘、川上くん？久しぶりだな。っていうか、長尾が上司なのかよ。同窓会が始まり、長尾は俺を引き立て役として使い、他の同級生に自分がどれだけできる男かを自慢していた。俺の悪口を同級生に伝え、その度に愛想笑いをした。職場よりも気を使ってしまい、正直げんなりしていた。おい、川上、近く来いよ。上司の俺が言ってるんだぞ。なるべく近くにはいたくなかったので、遠くに座っていた俺を呼び寄せた。同窓会も終盤に差し掛かり、お酒が入り、長尾は気分が良さそうだった。絶対なんか言われるんだろうな。いいことは確実に言われないので嫌だったが、同窓会で注目を浴びたくはないので、仕方なく長尾のそばに座った。長尾は昔のクラスのマドンナの隣を陣取っていた。
酒も入り、美人も隣に置いてかなり気分が良さそうにして、この出来損ないを、俺は社会に出てまで面倒見てやってるんだぜ。そう自慢を始めた。川上は勉強もできない、貧乏な出来損ないなのによく雇ってもらえたな。うちの会社大丈夫かな？工場も年寄りが多いし、社会の無駄が集まってるんだよな。それを俺が優しく指導しながらまとめてやってるんだから、ありがたく思ってほしいよ。ちょっと、それはさすがに言い過ぎじゃない？そんなことないよな、川上。長尾の自慢が始まり、俺も酒が入っていたことと日頃の嫌がらせで、俺は苛立ちを隠せなくなっていた。周りもそのことに気づき、まずいんじゃない？誰か止めろよ。嫌だ、巻き込まれたくないもの。という小声も聞こえてきた。そんな中、長尾は空気を読めず、さらに続けてきた。川上、ほんと俺が工場に来てよかったな。優しくしてやってるし、お前みたいなクズ面倒見てやってるんだぞ。お前の母親もお前みたいなやつ産まなきゃよかったって思ってるよ。というかむしろ、お前みたいなのが生まれるってことは、母親もクズなんだな。この言葉に、俺はもう我慢ができなくなった。母さんは関係ないだろう。言い始めると止まらない。今まで押し込めてきた思いが次々溢れ出てくる。黙ってれば言いたい放題しやがって、会社で仕事できるみたいに言ってるけど、みんなお前の態度や仕事のできなさに我慢してやってるんだ。お前が言う年寄りたちの優しさで工場は成り立ってるんだ。お前の力でも何でもない。長尾は俺が反発すると思っていなかったらしく、目を見開いて驚いていた。周りは自業自得だとか、仕事ができないのは長尾の方かよ、など遠巻きに話している。それに気づいた長尾は顔を真っ赤にして、上司に立てつくなんて生意気だ。覚悟しておけよ。と逆ギレし、どけよ。冷めたからもう帰る。同級生を押しのけて帰っていった。やってしまった。と思っていたところに、同級生たちが、お前よく言ったよ。あいつ昔よりも自己中がひどくなっててさ、今のかっこよかったよ。と声をかけてきた。そう言われると、頑張ってきた母のことや会社の同僚たちを悪く言われて、反論してよかったとすっきりした気分になった。ただ、やっぱり長尾はおとなしくなるわけではなかった。翌日、出勤すると長尾が、今日から覚悟しておけよ。肩に手を置き、耳元でそう囁いてきた。宣言通り、その日から長尾の嫌がらせは加速した。おい、誰だよ、この部品。納品するものなんだからもっと綺麗に梱包しろよ。俺がやりました。ですが、特に不備がないと思いますが。なんだ、川上か。ここのネジの向きが違うだろう。最初から全部の梱包をやり直しだ。今日中にな。いや、これ丸一日かかるんだけど。お前が悪いんだからしっかりやれ。小さなことでも文句を言い、作業着を隠すといった地味な嫌がらせも始まった。大丈夫かい、太陽くん。最近彼はなんだか君に対する当たりがさらに強くなったね。周りの他の従業員にも心配されるほどだった。だんだんと俺も気がめいってしまったが、母を思うと頑張らないとと思い、なんとか耐えていた。そんなある日、俺が作った部品が規格外だったとクレームが入った。何かの間違いではないかと思っていたが、長尾に呼び出された。川上、お前ついにやらかしたな。規格外の部品が届いたって先方がかなりお怒りだ。いや、そんなはずはない。
どれだけあの部品を作ってると思ってるんだ。作り慣れているはずの部品なので、規格外が起こることはかなりおかしな話だった。何を言ってるんだ。お前が仕事できなかったってことだよ。実際規格外になってるんだからな。この損害の責任はお前にある。責任を取ってもらうからな。反論しても、長尾は聞く耳を持たず、俺に責任があると責めた。そんなはずはない。そう心の中で思いながら、拳を握りうなだれていると、長尾は衝撃の一言を口にした。お前みたいな中卒の役立たずはクビだ。ずっと作ってきた部品で規格外を大量に作っちまうってことは、もう潮時なんじゃねえの？今までご苦労だったな。これでやっと会社に貢献できるな。首？あまりにも短く重い二文字が俺の頭を駆け巡る。でも、もしかして俺はこいつの言う通り潮時なのか？何か原因はあったはずだと思いつつも、長尾の嫌がらせにも疲れてしまった俺は会社を去ることを決めた。失意の中家に帰ると、俺はすぐあのベテラン工員に電話をした。ベテラン工員の沼田さんは引退後小さな町工場を借りて仕事を続けていた。おお、太陽、久しぶりだな。どうした？実は会社をクビになってしまいました。沼田さんにあんなに教えていただいたのにすいません。規格外の部品を大量に作ったと言われたんです。いや、謝ることじゃない。それに、それはなんだかおかしいな。お前に限って、そんなことはないはずだ。誰にも信じてもらえなかったが、沼田さんのこの一言で、俺は救われた気がした。お前の腕は確かだ。俺が教えたんだぞ。そうだ、太陽、また俺と一緒に働かないか？そんなに給与は高くないが、またお前とやれるのは俺も嬉しい。沼田さんは特殊部品製作を請け負っているそうで、また一緒に頑張ろうと誘ってくれた。俺は嬉しかった。一度は部品作りに自信をなくしかけたが、沼田さんとなら誰にも邪魔されず自分の腕を存分に活かせるだろう。ぜひよろしくお願いいたします。俺は沼田さんと一緒にその町工場で仕事をさせてもらうことにした。1週間後、沼田さんと仕事をして充実した日々を過ごしていたところ、長尾から鬼のように電話がかかってきた。出たくはなかったが、あまりにも鳴るので電話を手に取った。もしもし、クビになった俺に何の用だよ。おい、川上、お願いだ、戻ってきてくれ。お前しかできないなんて知らなかったんだ。長尾はどうやら気がついたらしい。実は、あの会社で取り扱っている商品には、俺にしか作れない部品があったのだ。しかも、それは絶対に必要な重要な部品だった。横で聞いていた沼田さんは、どうしようもない若造だなと鼻で笑った。その部品を作るには、機械だけでなく人の感覚が大切になる。熟練した部品で、かつて作れるのはベテラン工員の沼田さん、ただ一人だったのだ。俺は元からの手先の器用さが、さらに長年の勤務で培われ、沼田さんに認められた。そこで作り方を引き継ぐことになったのだ。最初は全然うまくできず、ダメ出しばかりだったが、2年後にやっと合格をもらった。太陽、お前ならもう大丈夫だ。そうして、俺は沼田さんが引退後、部品作りを引き継いでいたのだ。頼むよ。こないだまでのことは謝るから戻ってきてくれよ。相当長尾は焦っているらしい。長尾は本社からの出向で工場の管理など出世のための足がかりでしか意識していなかった。そのため工場のことを軽く見て
一人一人のやっていることをよく見ていなかった。だから、俺にしか作れないことを知らなかったのだ。部品を俺にしか作れないのは、ちゃんと管理してたら分かったはずだ。それに、お前は俺のことを役立たずと言ってたじゃないか。それは本当に悪かったって反省してるから、頼むよ。友達だろ？代わりに他の人に責任取らせて辞めさせるからさ、いや、俺は戻る気もないし、他の人を辞めさせるとかいうお前と働きたくもない。せいぜい頑張ってくれ。ちょっと待って。何かわめいていたが気にせず電話を切った。今頃説得できなかったと工場長に泣きついているんだろうなと人事のように思った。数日後、今度は工場長から電話が来た。川上くん、伝えたいことがあるから嫌だろうけどどうしても来てほしいんだ。工場長には俺を採用してくれた恩もあるので工場に出向くことにした。工場に着き部屋に通されると顔面蒼白の長尾と工場長、さらに本社から社長も来ていた。君が川上くんだね。社を代表して謝罪する。本当にすまなかった。社長自ら俺に頭を下げ謝罪してきた。俺は突然のことに驚いて間抜けな声が出てしまった。社長は気にせずそのまま続けた。私も報告を受けて君に直接謝らないとと思ってね。工場長からの話を君に聞いてほしい。彼の話を真に受けてしっかりと調査するのが遅れてしまった。真面目に働いてきて沼田さんに認められた君がこんなことするわけないのに。すまなかった。実は、工場長の話によると、どうやら俺がクビになった後に調査が行われたようだ。その結果、部品が規格外になったのは、長尾が俺を貶めようとして、部品を作る機械の設定を変えたのが原因だったらしい。俺に対しての嫌がらせで、会社の商品に関わることまで手を出すとはさすがに思わなかった。この話の最中、長尾はずっとうつむいたまま気配を消そうとしていた。そうだったんですね。さすがにそこまでするとは。本当に悪かった川上くん。君の力は我々には必要なんだ。戻ってきてくれないだろうか。工場長と社長から再度お願いされたが、沼田さんとの仕事が楽しくなってきたところだったので、俺は断った。申し訳ないですが、沼田さんと新しい仕事を始めているので、もう戻る気はありません。そこをなんとかならないかね。いえ、すいません。社長はため息をつき、諦めた様子だった。そうか。長年勤めてくれた君に、こんな仕打ちは本当に申し訳ない。そして、社長は長尾をきっと睨んだ。これもすべて、長尾くん、君のせいだ。長尾は突然、社長に声をかけられて大きく肩を揺らした。しかし、前を相変わらず見れず、さらに子供が叱られるように小さくなった。君には川上くんが戻ってきても来なくても、しっかり責任は取ってもらうぞ。覚悟しておくんだな。そんな、すいません。私はそんなつもりはなく。言い訳は聞きたくないよ。君は我が社の信頼に関わる問題を起こしたんだ。しっかり償ってもらうぞ。こんなはずじゃなかったんだ。俺はエリートのはず。社長は長尾を厳しく叱責し、長尾は独り言をブツブツ言いながらうつむいていた。あの変な自信にあふれて生き生きしていた長尾の影はなく、10歳ほど老け込み、今にも倒れそうだった。それを見て、
自業自得だなと感じながら部屋を後にした。数ヶ月後、結果、長尾は会社をクビになった。ただクビになったわけでなく、会社から規格外の部品の損害賠償を請求されているという話だ。別の同級生が一度路上で交通整備をしている長尾に会ったそうで、痩せ細り死んだ魚のような目をしていたそうだ。どうやら損害賠償が多額のため借金生活をしているそう。しかも会社に損害を出したという経歴がついてしまったため、再就職はできずに日雇いバイトでの生活を送る毎日だそうだ。一方、俺はあれからも沼田さんの下で働き続けていた。特殊部品の取り扱いも少しずつ増えて、他の後継者も育ち始めたところでやりがいも感じていた。そんなある日、あの工場の社長から連絡があった。川上くん、君が私たちに嫌気をさしているのは分かっている。でも、戻ってきてはくれないだろうか。いえ、申し訳ないですが。だが、君の技術や経験値は素晴らしいものだ。うちの会社でさらに活躍してほしいんだ。部長としてぜひ戻ってきてくれないか？少し考えさせてください。俺自身を見てくれての熱烈なオファーだったので迷いがあった。正直、中卒の俺を雇ってくれ、ここまで成長できた環境もくれた恩も感じていた。そこで、俺は沼田さんに相談することにした。と言って、今、社長から直々に声をかけられているんです。沼田さんは静かに俺の話を聞いていた。話が終わると、小さなため息をつき、俺を諭すかのように話し始めた。太陽、それはぜひ受けるべきだと俺は思うぞ。それは、俺はここで必要ないということですか？いや、むしろお前にはこんな小さい町工場じゃもったいないってことだよ。こんなところに残っていていい人材じゃないんだ。大きな企業でその技術を活かしてさらに羽ばたいてほしい。教える才能だってある。もっと多くの後継者だって育てられるはずだ。沼田さん。沼田さんに父のように背中を押してもらい、社長に戻る決心を伝えた。そして、俺は長尾のポジションであった部長として戻ることになったのだ。役職ももらえ、技術も認められて給料も上がったので、母に仕送りをしたりと、さらに恩返しができるようになった。本当に立派になって、お母さんも嬉しいよ。中卒にしてしまうことに悩んでいた母は、今では笑顔で近所の人に俺のことを自慢しているそう。もちろん、沼田さんとも今でも時々連絡を取り合っている。よかったな、太陽。お父さんも誇りに思ってることだろう。俺が認めた腕を持ってるんだ。これからも頑張ってくれよ。ありがとうございます。沼田さんもお体気をつけてくださいね。彼の助言に従って本当に良かった。誇るもののない俺だけど、こうして誰かに頼りにされるくらい会社に貢献してきて良かったと今は思う。今度は部長として行員一人一人に目を配りながら自分の持つ技術を惜しみなく部下に伝えていき、沼田さんのように後継者を育てていこうと思う。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。